こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はこのチャンネルで人気の生食パンの生地をアレンジして富士山のように焼き上がる食パンを作りました。2色の生地を作ったら型の容量に合わせて生地を配分します。規格外の型で焼く場合の生地量の計算方法をご紹介しています。最後までぜひご覧ください。まず富士山の青い生地を作るためにバタフライピーのお茶を使いました。熱湯に入れて混ぜて濃い青色になるまで置きます。今回はプレーンの生食パンの生地と青い生地の2種類を同時に作ります。それぞれの容器に強力粉、蜂蜜、塩、ドライイーストを入れます。プレーンの方には牛乳と熱湯を混ぜたものを加えます。カードで粉っぽい部分がなくなるまで混ぜます。青い生地の方の水分は濃い青色になったバタフライピーのお茶を入れます。同じように混ぜて生地を広げて室温で30分休ませます。30分後、柔らかいバターを加えてそれぞれの生地に混ぜ込みます。生地とバターを一緒に切るように混ぜていくとだんだんとふわっとした生地になっていきます。バターが完全に混ざったら生地を中心に寄せて蓋をして温かいところで2倍になるまで一次発酵を取ります。青い生地も同様に混ぜます。今回はオーブンの発酵機能40度で45分置きました。2倍になった生地を取り出してガス抜きをします。この時に何度か折りたたんでしっかり空気を出しながら生地の弾力を作ります。
最後は生地を丸め、容器に戻して15分置きます。15分後、生地のガス抜きをして切り分けます。今回使う型は一般的な食パン型と容量が違うので、容量に合わせて生地を計算します。まず生地量は型の容量 100ml に対して 30g で計算します。そして白生地と青生地の配分は1対3にします。今回使う大きな型は 1100ml の容量ですので、全体の生地量は 330g になります。それを1対3に分けると、白生地が 83g、青生地が 247g になります。小さい型の方は 360ml の容量ですので、全体の生地量は 108g、白生地が 27g、青生地が 81g の計算になります。計算した生地を丸めて5分休ませます。残りの生地は別のパンにしたいと思います。休ませた生地を綿棒で伸ばして内側に2回折りたたみ、油を塗った型の底に合わせて入れます。白い生地にかぶせるように青い生地をのせます。
生地を入れた型にシャワーキャップをふんわりかぶせて天板にのせ、温かいところで3倍になるまで発酵させます。今回は45度に設定したオーブンの発酵機能を使って45分発酵させました。残った生地は渦巻きのパンを作ります。白い生地と青い生地をそれぞれ大きく伸ばし、2色の生地を重ねてくるくる巻きます。巻き終わりの生地をしっかり留めて軽く転がしたら太さを整えます。均等に切り分けて断面を潰すように手で押してください。天板に並べ、乾いた布をかけて温かいところで2倍の大きさになるまで発酵させます。約2倍に発酵したら表面にグラニュー糖をかけます。霧吹きで湿らせるとグラニュー糖がつきやすくなります。すぐに170度に予熱をしたオーブンで12分焼きます。これで焼き上がりです。低温で焼くことで生地の色がきれいに出ますね。ここで食パンの発酵が終わりました。型の高さの2センチ下まで生地が膨らんだら蓋をしてすぐに170度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。焼き上がったらすぐに蓋を外して取り出します。網などの上に乗せて中の水蒸気が完全に出るまで冷ましてください。それでは富士山の食パンを切ってみます。白と青の生地のコントラストがはっきりと出ています。生食パンの生地なのできめが細かく柔らかで弾力があります。今回は規格外の型で作る場合の生地の配合を解説しました。次回のパン作りにぜひお役立てください。作り方のまとめ。容器にバター以外の材料を入れて混ぜ合わせ30分置く。バターを混ぜ込んで2倍になるまで一次発酵。生地を取り出して何度か畳み、丸めて15分置く。生地のガス抜きをして切り分けて丸め、5分休ませる。それぞれの生地を綿棒で伸ばし、2回折って型に入れる。シャワーキャップをかぶせ
3倍になるまで2次発酵。生地が型の上の2センチ手前まで来たら蓋をする。170度に予熱をしたオーブンで25分焼いたら完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。